どんどん曲がって弾まない大人の究極スライスサーブ。自分がその打ちたい方向よりも横に抜く。はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回はどんどん曲がって弾まない大人の究極スライスサーブというのを紹介をしていきたいと思います。以前楽々入るスライスサーブという動画をアップさせていただきましたけれども、それよりも攻撃的に曲がって、そしてさらに弾まない、どんどん相手がコートの外に追い出されるようなサーブを打つためのポイントを紹介をしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。はい、まずはですねグリップになりますけれども、このグリップはコンチネンタルかイースタングリップで握っていきましょう。楽々入るスライスサーブを紹介した時はイースタンの方が楽にボールを厚みを出して打つことができますということをご紹介したんですけれども、今回は要はより曲げて打ちたい方はやはりコンチネンタルグリップで薄く握る方のがより曲がりやすくなります。例えばそれが薄すぎてですねボールが全然飛ばない方はやはりイースタングリップに握っていただいて、当たりを出しながらボールに回転をかけるということをちょっと注力をしてもらいたいので、ここは少し練習をしていってですね、飛びすぎる方はよりちょっと早く振ってさらにグリップを薄くしてあげる。そしてボールが逆に飛ばない方は少しグリップを厚くしてボールに当たりを出してあげるというところで使い分けをですね自分の中で少し確認をしてもらえればと思います。はい、次にですねこの打ちたい方向と振り抜く方向の差は90度ということになるんですけれども、ちょっとどういうことかというと、ボールを上から見てこちらにですね、打ちたい場合、この打ちたい方向に対して90度の方向に抜いてあげる。要は当たるところがあって打ち出しがこっちだけど振り抜きはこちらにということになります。あんまりこっちに振りに行ってしまうと回転量があまりかからずにボールが飛んでしまいますから、ラケットのスイング方向を打ちたい方よりも外に振ってあげることによって回転量を増やして切れるサーブが打てるようになるわけですね。なのでできるだけその自分が打ちたい方に対してスイングをしていくっていう感覚よりも、自分がその打ちたい方向よりも横に抜くという感覚をどんどんちょっと養うということが重要になってきますので、ここは後でちょっと練習方法を紹介をしていきますから確認をしながら練習をしていきましょう。はい、次にですね、打ちたい方向の真後ろを打つと書きましたけれども、この打ちたい方向と振り抜く方向の差、要は振り出しの方向ですねが90度で打つのであれば、ここの当たるところですね、当たるところはこの打ち出していく方向に対してラケット面はまっすぐ当てるということです。なので、振り抜き方向があって打ち出し方向があって、面はその自分の打ち出し方向にまっすぐ向いているということですね。これが例えばこういうふうに当たってしまうとこちらに行ってしまいますし、この方向には要はこの面では触れないわけですね。こっちに当たっちゃいますから、できるだけその打ち出し方向に対して真後ろを当てながら振り抜きを90度に設定をしてあげるというところが、この2つのポイントはセットにはなりますけれども、そこの重要なポイントなので、それをちょっと練習の中で心がけていきましょう。はい、次にこの振り抜きを速くするポイント
と書きましたけれども、どんどん曲がって弾まなくするためにはスイングスピードを上げて回転量を増やす。回転量を増やすためにはその振り抜きが速くないといけないわけですから、その振り抜きを速くするためにポイントがあるわけですね。でよくあるのは回転をかけようとしてこういうふうに抜いてしまう方が結構いらっしゃるんですけれども、これだと体の構造上ここでスイングが止まりやすいわけですね。なので振り抜きの方向が90度、要は外に向かって振りに行くときにこのエッジが外に振りに行って全然いいんですけども、ある程度ボールから抜けた時にこの親指が必ず中に向かって帰ってくるという意識を持ってあげてスイングをしてみてください。親指が前を向いてしまった状態で収まってしまうとここで詰まるわけですね。スイングが詰まってしまうので、必ず振り抜いたら親指を中に入れてしまってあげるというところを練習をすることでここの振り出しが速くなっていきます。でこれイメージとしてはこうダラダラーンとしてこう腕のしなりですね、腕のしなりが少し感じられるようにしてあげる練習をしてあげると、よりその振り抜くポイントの収めですね、収まりが良くなっていく感覚が出てくるので、そこをちょっと練習の中で取り入れてみてください。はい、ではですね、そのどんどん曲がって弾まない究極のスライスサーブのグリップのポイントですね。グリップのポイントはコンチネンタルグリップがベースになると思います。でコンチネンタルグリップの再確認ですけれども、簡単なイメージとしてはこの親指と人差し指でラケットの一番先っぽのエッジをですね持ってもらって、そのままずっと下ろしていく形ですね。両側をこの親指と人差し指で支えてあげてる。そしてこのヒール、要は手のひらの一番右の下ですね、そこが当たってる状態で小指から握ってあげる、斜めに握ってあげるとこれがコンチネンタルグリップになります。そこから少し右にずらしてあげることでイースタングリップになるんですけれども、これがコンチネンタルグリップですね。でこれがイースタングリップです。なので本当にちょっとそうですね5ミリぐらい右にずらすとイースタングリップになります。でこれは必ずここじゃなきゃイースタンじゃないよっていうわけではないんですけども、少しずらして自分の収まりのいいところをちょっと確認しながらですね、グリップは握ってみてください。先ほど言ったように飛ばなすぎるのであればちょっと厚く、飛びすぎてもうちょっと回転をかけてワイドに切れさせたいんであれば薄く握るということですね。そこでちょっと使い分けをしていきましょう。はい、次にですねポイントとして自分の打ちたい方向ありますね。その打ちたい方向に対してスイング方向が90度ということですね。なのでその打ちたい方向に対して前に振るんではなくて、打ちたい方向に対して横に振っていく感覚をしっかりとつけてあげる。もう一つは当たるところがその打ちたい方に対して真後ろを打ってあげるということですね。これが要はスイング方向が向こうでボールの横側を当ててしまうと左に出過ぎてしまうんですね。なので曲がらずに入れるんだったらそれでもいいんですけども、曲げながら弾ませないためにはよりまっすぐ、要は打ちたい方向に対してまっすぐ当てて横に抜いてあげるというのが一番曲がって弾まない球になっていきますから、そこをちょっとポイントとして練習をしてみてください。ちょっとイメージとしてはこういう感じですね。これが、やはりその打ちたい方向に対してどれだけ横に振れるかというところをいつも確認をしてみてください。トス自体はやはり横に振り出したいので、横に振り出すためにはあんまり体から近いと横に振り出しづらくなってしまいますから、少し離す、要は自分の足に対して1メートルぐらい右をイメージ、ラケット1本分ぐらいですかね、ラケット1本分ぐらい外にトスを
上げてあげるというイメージをちょっと持ってあげてください。ラケット1本分外に、ね、ボールを出してあげる。それを迎えに行くことによって自然と横にスイングができるようになりますので、そこをちょっとポイントとして練習の中で確認をしていきましょう。はい、次にですね、振り切りを速くするためのポイントの練習をちょっと紹介をしていきます。で、ラケットを持って少ししなりを感じるというところが重要になるんですけども、例えば傘をですね、振る、雨粒を傘を振るイメージありますね。こういう感じ。それを少しこっちの自分の外じゃなくて中に向かって振っていく感じの中で、親指を中に入れていくというちょっと意識をやってみてください。なので振り出してってこっち側に返すところですね。振り出してって中に返す。でそれがだんだん少し横に体を使った時に上の方で横に振り出していくということができるようになると、ここの上の方でしなりですねが感覚的に分かるようになっていくと思いますので、まずはちょっと分からない方はここから振り出しの腕の振りですね、腕の振り出しのしなりをちょっと意識しながらだんだん上げていくと分かりやすいかなと思います。で最終的にさっき言ったこの右側にラケット1本分外に出るところで返してあげるというのができると、スイングがそこに向かって早く振りに行けるようになりますので、そこをちょっと練習ポイントとして確認をしていきましょう。はい、それでは実際打っていきますね。で先ほど言ったようにしなりをうまく使ってスイングスピードを上げながらボールを曲げていく、そしてさらにあまり弾ませないというところがポイントになると思うんですね。ボールの上側を打ってしまうとやはり少しトップスライス気味に入ってしまいますから、できればちょっとボールの真後ろ意識してあげる。で気持ち下に当たってもスイングスピードがあまり速くない方はボールの下に当たった方がボールは飛んでくれますから、そこはちょっと自分の中で、意識して変えてみてください。いきます。こういうふうに曲がっていく中でボールをどんどん外に追い出していく。で外に追い出していってあまり弾ませないようにしてあげるというところがポイントになりますね。で、究極はやはりもう相手がどんどん外に追い出されて、でボールを打てたとしてもすごく低いところで取らせるというのがポイントになっていきますから、そこをちょっと目標の球の軌道として意識していきましょう。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいてます。
高評価やコメントをいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルは一般テニスプレイヤーの方がテニス上達だけではなく、テニス情報で価値のある情報を発信していってます。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。現在4万人の方にチャンネル登録をしていただいて見てもらっています。チャンネル登録をしてもらったら隣のベルマークを押していただくと最新の更新状況が通知されますので、ぜひチャンネル登録とベルマークを押してください。他にも様々な動画をアップしていますので、ぜひご覧ください。テニス上達のためのメールマガジンを発行していますので、こちらの登録もしていただけるとありがたいです。こちらは画面下の概要欄にメールマガジンの登録フォームの URL が記載されてますので、そちらをご覧ください。これからもテニスの様々な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。